日本が恋しくなる時ってありますか？さっきも話に出ちゃったんだけど、やっぱり冬です。あとおでんかな。おでんですね。そうですね。もうおでん食べたい。食べたい。本当に食べたい。だって聞けない。どっから来たのってね、聞けないの。聞いてもいいでしょ。いいでしょって私も思います。私もだからマイクロアグレッションって言い過ぎも。マイクロアグレッションもうね、嫌なんです。存在しないっていうか。そう、すごい。国際恋愛とか国際結婚についてちょっと聞いてみたいんですよ。もう旦那さんとの出会いについては聞いてみましたね。国際恋愛、あと国際結婚の魅力的なところについてちょっと聞いてもいいですか？そうですね。やっぱり2つの文化同士がね結婚するので、その分知識とか話題とかも倍になるし、いつもこうなんていうの、ある程度行くまでは新鮮なことだらけで学べることがすごく多い。こんなことがあるんだなとかね、勉強することがすごく多いし、一回結婚して国際結婚でカップルになると常に住む選択肢っていうのが2つで、今ってビザの関係とかで難しいこともあると思うけど、でも一生懸命努力すればとりあえず2つ住む国が選択肢があるっていうのはすごく大きいなって思うし、だって何かあった時になんかこの間のその私たちが来た理由でもあるけど、震災がありましたって言って絶対に動けない人たちもいたわけで、その動きたくても動けなかった人たちもいたけど、私たちにはいつも常に2つ場所があるっていうのはすごくすごいメリットって思いました。自由がある、自由がある。で子供たちも子供ができても2つの国にねみんなが行くチャンスがあるし。で、言葉をねちゃんと話せるようになれば両方の国に行くことができるっていう、それはすごいメリットだと思います。やっぱり国際恋愛って刺激が多いんですよね。刺激どんな、よく言うとなんかこう、そうですね、いろんな、刺激がある。本当になんか常に倍あることはすごくいいこと、その分苦労もあるけど楽しいことも結構倍あるから。例えばなんですけど、違う文化の、国同士ですから、なんかこうちぐはぐが起こったりとか、なんかちょっと揉めるわけでもなくて、こうなんか考え方が違う時もあると思うんですが、そういう時ってどうやってこうしようと決めるんでしょうか？もうどっちかが譲り合うしかないんですが、うちの場合はもうほとんどなんか旦那さんが結構譲ってくれた面は多くて、で日本に特に長く住んでたし、あと性格的な問題もあるし、向こうがすごい合わせてくれたっていうのはすごくあるんですよ。例えばなんか具体的なことで言うと、シャワーを日本って夜はお風呂、絶対にお風呂、で朝は入んないんですよね、ほとんどの人で。顔洗って歯磨いて、朝シャワー浴びる人もいるけど、夜が絶対入る 100% っていう感じなんだけど、最初の頃ねそれで結構そっかで夜入んないことがあって、朝は絶対入るのがこっちの文化っていう感じなんですよね。でそれでなんか揉めるまではいかないけどどうしようっていう感じになってで結局うちの旦那さん両方になった。夜もお風呂入るし朝も。私もそうです。そうですか？そうだからいいんじゃないですかね、それでね。そういうふうに譲り合えることがあればねいいと思います。イギリスのよく聞かれるんですけど、朝シャワー、イギリス人は朝シャワー浴びますかみたいな。やっぱり結局家庭によるんですね、イギリスは。そうなのかな、やっぱりね。そうじゃない人もいる。じゃあ私の家庭は割と夜入る感じだったんですけど。じゃあやっぱりなんだろう、その周りの人って聞いてもシャワーが多いって言ったりするけど、家によってはお風呂に入る家庭もあるってことですね。毎日入ったりする。で朝も浴びてもいいんですけど、絶対夜は入るという感じだったんです。じゃあもう日本のお風呂文化はもうバッチリですね。日本に行った時も最高ですよね。大学の寮とかにお風呂は大浴場。大浴場あります。大浴場本当に好きでした。じゃあもう毎日温泉みたいなもんですもんね。大浴場気持ちいいですよね。なんか朝のシャワーって結構好きで、理由としては別に体を洗いたいっていうのはあんまりないんですけど、顔は洗いたいんですけど、なんか疲れが一気になんか取る。そして目が覚めて、目が覚めてフレッシュな気分になれるっていう。そう、わかるわかる。そうだから両方、うちの旦那さんも今は
夜お風呂ちゃんとしっかり使っているんだけど、朝は朝でシャワーを浴びるっていう感じ。優しいですね。そうですね。何でも合わせてくれます。はい。うんだからそういう性格的なあれもあったのかもしれないけど、いろんなことでこう、まあ、コンプロマイズし合い、なんか妥協し合いって感じですね。今もう銀婚式ですから、25年経ったので。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。はい。ではちょっとバイリンガル教育についてもはいはい聞きたいんですけれども、まあ息子さんが3人、そうです。はい。そうですね。そうです。ちょうどジェームスさんぐらいの年代の子供、真ん中で22歳です。そう同じぐらい、まあちょっと上ですね、でもそうなんですけど、うちはそうだからバイリンガル教育ってやっぱり国際結婚してるっていうだけでいいわね、両方喋れてって言われるんですよ。だからそこが辛いところで、多分勉強されてきたので分かってくれると思うんだけど、本当に努力が必要じゃないですか。そうですね。特に日本語と英語ぐらいの離れてる言語離れてる言語だと特に本当にそうで、自然にできるようになることはあんまりないです。それがバイリンガル家庭でお父さんとお母さんが常に話しかけててもなかなかならないので、すごい努力しないとやっぱダメだったっていうのがあって、長男の時は日本に住んでたので、その時はここまでインターネットとかもなかったんですね。だからうちはお父さんがイギリス人だから、うちのテレビは英語しか映んないんだよって言って、まあホワイトライですよね、言って子供にねそして映らないんだよって言って、私も見なかったし、絶対にテレビをつける時には英語のビデオとか学習のその子供番組とかを見せるようにしてたんです。それ3歳ぐらいまでやったんですけど、3歳までやったでその後バレちゃったりとかほらいとこんちとか行っちゃったりとかして、見たがってでなんか矛盾したことが出てきちゃったりとかして結局少しずつ見せるようになっちゃったんだけど、でもそのおかげですごい長男はもうずっと喋るようにはやっぱりなりました。その後ね。だからでもすごい努力しないとならなくって、真ん中からはもう途中からお父さんが言ったことを英語に言ったことに対して日本語で話して返すみたいな、そういう感じになってましたね。それって旦那さんがそうやって英語で話しかけて、日本語で返してきたら無視したりとかそういうのはなかったな。それなりにも一応会話がそうでもそうなの。でもだからそうやって会話をしちゃったらもうそれでその癖がついちゃうというか。だから逆に私が一番下がまだ3歳だったんだけど、イギリスに来た時にね、その時に私が一回英語を話すのを誰かと見ちゃったりとか、例えばプレイデートをしてみんな全員英語になっちゃったりしたら、もうそれでアウト。その時に絶対に日本語しかダメって厳しくしないともう喋らなくなっちゃう。そうですね。でそこまで、する覚悟が必要っていうことですね。だからお友達同士と遊んでも絶対にお母さんはもうその人に、日本語で話す。でもそうすると周りが分かんないからなんかちょっと気まずい雰囲気になっちゃうんですよね。そうですね。他の人もいると何を分かんなくなっちゃうの。だからそれで私も英語にしちゃって、そっからやっぱり見事に忘れていきましたね。だからすごいそれがね、そのジレンマがありました。大変ですよね。本当に大変だからこそすごいなと思っても、私は第二言語として勉強して本当にびっくりしたんですよね。あれはどうですか、漢字なんか日本語ってもちろんスピーキングはそうやって親と話すことで学べると思うんですけど、漢字とかはやっぱり教科書とかないと無理だし、相当な努力が必要ですよね。そうだから漢字まではもう本当に追いつかなくって、で長男はね小6まで日本にいたから、一応一般的に出てくる漢字っていうのは今でも読み書きがなんとなくできるんだけど、もうね諦めちゃったんですね、うちの場合は。もう今パソコン時代だし大変すぎてで何か書くときにはGoogle で検索して見ながら書きなさいと。で読めれば自分でタイプして書くことはできるから、とにかく読めるだけにしなは努力して本は読み続けてっていうのを、もう何か諦めなきゃダメだなと思ったから、こっちの学業もあるしっていうんでそういうふうにしました。こうやってイギリスに長く住んでると思うんですけれども、日本が恋しくなる時ってありますか？やっぱりありますね。さっきも話に出ちゃったんだけど、やっぱり冬です。冬が来るとも
あーってすごい毎年なります。14年いるのに毎年なるんですよ。イギリスにもなってるのかな普通になんかどうなんでしょうね。夏がすごく辛かったんじゃないですか、逆に。日本の暑くて。そうですね。暑いというよりは、すごい肌が白くて、日焼け止めしても日焼けしちゃうっていう。赤くなっちゃう。赤くなっちゃうっていうのがあって、ちょっと大変でした。確かに、もう暑さだと、紫外線もひどい。紫外線が、だからもう塗ってもダメでしょ。塗っても効かないから、暑さはでも、もうすごいでしょ。暑さもそうですね。ダクダクで、常に何か飲んでないとダメっていう感じで。ね、日本の夏は恋しくならないってことですね。ならないです。もともと夏がダメなんですね。だからその夏が好きだった人は大丈夫っていう人もいるんだけど、私の場合はもともと苦手なので、イギリスの夏が大好きで、もう最高って思ってたんですけど、最近暑いんですよ。もうね。イギリス冷房ないしね。ないし、30度以上になっちゃって、で、日本だったら家帰って冷房つければいいだけの話だけど、こっちだと冷房がなくて、しかもその、あったかさを重視されている構造になってて、窓から風が入ってこないんですよね。だから一回寝ちゃうと、もう何にも動かないの、空気が。そういうことで、扇風機つけて寝るけど、それでも暑いですね。最近はね。そう。日本の冬が。日本の冬に、そうなんです。冬が来ると、ちょっと暗くなってくると、帰りたいなって毎年思いますね。あれですか、逆に日本にいた1年間の中ではそういう時ありました？イギリスちょっと帰りたいな。帰りたいなはあったんですけど、季節ではないですね。季節で。だいたいクリスマスとか。それですよ。家族と一緒に過ごすんで。家族に会いたいなみたいな。私もそう、それだけ。もちろん季節のその天気とかもあるんですけど、冬といえばみんなでお正月鍋とか囲んで家族と集まるっていうイメージだから、冬になるとやっぱりそうですね。家族と会うイベントとかの季節が来ると思い出すって感じですね。なるほど。そう。食べ物とかは別にもう自分で作れるからなんとかなるみたいな。なんかね、今私多分これ14年いるからの意見になっちゃうと思うんですよね。14年いるともうなんとかかんとかもう慣れちゃうし、あれはすごく食べたくなるものってこれとこれとこれだから、もうだしと醤油があればなんとかなる、こっちで。だから自分で作れちゃうしっていうのあるんだけど、最初の頃はやっぱり食べ物、もういろんなの思い出して、あそこ行きたいなとかね、いろいろありました。だって1年でさえも帰ってくるとあれ食べたいなとかって結構思い出してね。あと飲みたいものとかもあったし、自動販売機とかがバラエティーがすごいいっぱいあるからね。日本の自動販売機マジで最高ですよね。最高ですよね、本当ね。麦茶とかないんじゃないですか。麦茶ないですね。ウーロン茶とかもないし、でなんかコーンスープとかあるでしょ、日本。確かに。なんかお汁粉とかなんかいろいろおでんとかも売ってるしね、日本はいろいろあるから。そう、自動販売機ももう慣れちゃったけど、ここまで来るとなんか最初すごい欲しかった。だから間違えてその感覚で出かけるから水筒を持たないんですよ。ですごい大事ですよね。大事だからこういう癖がつくの。もう今はどっか出るときに必ずもう持って出るんですけど、そういう癖が最初の1年ぐらいはなくて、めっちゃ喉乾いたからって言って自動販売機がないのでお店にわざわざ行って買って。高いんですよね。そして高いですよ。日本だったら100今いくらぐらいですか？水ですか？水とか100円ぐらいですよね。120円とか。ね、こっちはそういうわけにはいかないから。ね、それかな。恋しくなるといえば。あとコンビニ。そう。だからコンビニが1個もしあればそれだけでいいんですよ。本当に。イギリスにも一応小さなスーパーとかコーナーショップとかあるけど。いろいろそういうのあるんですけど、それとコンビニの違いって。ちょっとそうだな、コンビニはもう何年も一応あるけど、コーナーショップミルクと卵とあとチョコレートバーとクリスプスとお菓子があんまりお菓子の種類もそんなにないし、あと日本のコンビニで出るお菓子っていうのはシーズンごとに1種類なんか新商品が出てる、この秋バージョンとかね、冬バージョンとか優秀ですよね。すごいですよね、あれ。なんかその多分国内でそういうことを盛り上げる国っていう感じがして、こっちはお菓子とかも1個トラディショナルなのがあったらもうずっとそれなので、なんだろう、
新しいその味とか、まあキットカットとかたまにオレンジ味とかミント味とか出るけど、たまにそういうのあるんですけど、日本ほどじゃないそうだからコンビニが1個あったらいいなって、そしたらもう引っ越さないでいいのにって、ホリデーも行かないでいいのにって思うぐらいコンビニが恋しかったです。そうなんだ。そう確かに、まあ私もちょっと恋しくなるんですね、コンビニ。ファミチキとか。ファミチキねえ、本当私も唐揚げくんとかたまにね食べ、あとおでんかな。おでんですね、そうですね。もうおでん食べたい。本当に食べたい。もう寒くなってくるとね、コンビニ行けば売ってますからね、日本だったら。少しはちょっと聞いてみたんですけれども、その国際恋愛とかについてなんですけども、まあ国際恋愛じゃなくても、その海外で暮らす上でなんかリアルな苦労とか、リアルな幸せみたいな、そういうのってあったら教えていただきたいんですけど。難しいこれ、どうしよう。すいません。リアルな苦労としたら、苦労っていうか、日本って結局今、まあいろんな外国人が入ってきているけど、私の時代なんか特にもうほとんど単一民族で、同じね、同じ色の人、あと文化で育ってきてるから、言ったらもうみんな話が通じちゃうわけですよね。そういうわけにはいかないっていうことをすごいでも苦労でもあるんだけどね、それを知るのと知らないのと世の中の見方が本当に違ってくるから、絶対みんな一回出てほしいと思っちゃうんですけど、いろんな考えが当たり前だし、それがすごい最初苦労で、なんか一つの例としてね、なんか小学校の子供を通じて小学校に行く、でお母さんたちと話す機会がある、でその時に例えばお子さんが来て、でそのお子さんが平均より身長が高かったのね。でさっきの話とかぶっちゃうんだけど、私背が高いねって言っちゃったんですよ。で日本ってそういうことを言う文化でもあったり、みんな全員同じ髪の色で同じ文化を持ってるからこそそういうことを言っていいんですよね。違うと指摘していい文化というかしたんですね。すごく変な顔をお母さんがしたのね。で言っちゃいけないんだと思って。背が高いぐらいは言ってもいいっていう感覚は私はあるんですけど、田舎出身なのかな。でもね、そういう場合とそうじゃない場合があるんだけど、たまたまその時はそういう風な反応だったの。で、やっぱりそういうことをバッて言っちゃうことっていうのは良くないんだなってその時に学んで、で、あと何だったかな、なんかいろんなことがあったんだけど、日本の人は割と褒め言葉でしかもちろん言わないんだけど、その外見に対することを結構口にすることが多いんだなとかね。でそういう文化の違いもすごい学べたし、こっちで暮らすにあたって。わかります。なんか日本に行った時ちょっとびっくりしたのは、結構なんか褒め上手な人が多いなって、なんかいろいろ褒めてくれる。すぐ言うでしょ。イギリスあんまり褒める文化あんまりないっていうか。そうかな。まあわかんないですけど、あんまり経験したことなかったですね。外見に関して褒めもしないし、言わないよね、あんまりね。言わないです。でうちの子供たちが声を上げて笑ったのが、足が長いねっていうコメントで、なんでそんなこと日本でね、そういうふうに言われて、でそれすごいびっくりしてました。やっぱりなんでそんなこと言われるんだろう。なんでそれがすごいいいことなのかもわからないみたいな。鼻が高いとかも高いとか、顔が小さいとか、目が大きいとか、それを多分褒めで言ってて全然ネガティブなことではないんですけど、そういうのを理解してくれる人ももちろんいるから、別にすごい神経質になる必要はないと思うんですけど、なんかそういうこともこっちに暮らすともっといろんなことが分かって、なんかイギリス人ってそうやって言われるのが嫌な人もいると思うんですし、でもあと言われるのって慣れていないので、言われてびっくりしてんのかな、びっくりしてどう反応したらいいのかわからないっていうのが結構多いと思います。照れちゃうっていうか。イギリスって結構日本と似てますよね。チャイのレベルがすごくそれは思って、あとね、なんだろう、日本ってね、割とね、さっきバス停でイギリスのおばちゃんはよく話しかけてくれてすごく嬉しいっていうことがあったんだけど、世代にもよるかもしれないですね。なんかそういうのがあって、日本でもなんだろうな、ぐいぐいね、外国人が来ると興味を持ってすごく話したいっていうのがあると思います。
でこっちでは一アジア人として暮らすにあたってそういうことはない。そんなに珍しくないんですよね。珍しくないしなんだろうな、すごいこう今日本でもすごいみんな神経質に外人って言っちゃいけないとかそういうのがいっぱい入ってきているけれど、もっとこっちの方がそれは昔からあって、だからあなたはどこから来たのとか何人なのって聞かれないの。そうですよね。聞いちゃいけない空気。不思議だと思いますか？そう、私はそこまでなる必要はないと思って、私もそう思ってます。行き過ぎたらいい例だから日本もそこまでね、今多分その前の家庭だからそこまで行かないでいいんじゃないかなって思う。そうですね、だって日本でよくどこ出身ですかとか聞かれるんですけど、それで嫌な思いをしたことがないんですもんね。別に話しかけてくれてるし、なんかそれで会話が生まれるんですし、それでいいと思うんですけど。いいと思う。私もだからマイクロアグレッションって言い過ぎもマイクロアグレッション、それもう嫌なんですよ。存在しないっていうか。そう、すごい私もダメでそれがこっちに来てすごく気にしなきゃいけないこともあるんだなっていうのを学んだけど、そういうふうに日本はそこまで気にしないでいい。だって聞けない。どっから来たのってね、聞けないの。聞いてもいいでしょ。いいでしょって私も思います。だから聞いてほしくて、会話の中で自分から日本ではこうなんだよねってポロって入れるようにしてます。そうするとそうなんだなって聞かなくても絶対聞きたいって気持ちはあると思うから。相手もそうですよね。なんかちょっと遠慮しちゃってるっていうか。そう遠慮しちゃってる。そういうのが行き過ぎた結果なのかなって。でやっぱり移民もね昔からすごく多いし、イギリス人っていうふうにみんなが想像している見かけじゃわからないんです、何人かっていうのはね。それはもうベースなんだけど、日本人って多分その感覚がまずわからない。多分日本にいたらこっちだとこう民族と国籍をこうはっきり分けているっていう感じですかね。そうですね。あと喋る言語が話せればもうイギリス人みたいに思わない。なんかそういう感覚かな、分かんないけど、ちょっと話すごいそれちゃった。いや全然面白い話だったんですしどんどん話してほしいです。リアルな幸せ、別になくてもいいんですけどいやリアルな幸せとしたらやっぱり絶対経験できない、絶対じゃないけど日本にいたら絶対経験できないようなことばっかり毎日経験できるっていうことがすごいリアルな幸せ。私の場合はそれがすごいもうずっと若い時からそういう性格だった。できないことをやってみたいっていう、その人と違うことを挑戦したいとかそういう気持ちがすごく多かったですね。だったので毎日そういうことができてるっていうことがすごい、一番の幸せですね。もう。Every day is a school day って言うんじゃないですか。そうそんな感じ。毎日学びみたいなこと。で生涯学習みたいなそういう感じで、そういうふうに思って生きていきたいから。だから新しいことがあった時とかそれさっきの苦労の話であってもなんかなんか日本にいたら絶対これ分かんなかったなみたいなのがねあるのがすごい嬉しいです私は。ありがとうございます。こういろいろはい面白かったんですね。で最後なんですけれども、はい、これからの目標があったらっていうことなんですけど。はい、これから目標っていうか来年家族でまた日本に移住するんですよ。そうだからそれが、一番最近の目標って感じで、もうだから行くことは決まってるんだけどまだ詳細とかどこに住むのかとか決まってなくて、そうでもそれがうまくいくことが今の目標かなっていう感じで、そうで YouTube チャンネルとしては今ずっと私料理のお仕事をずっとしてたので日本で。レシピライターとかをやっていたので、その流れで料理のチャンネルずっとやってたんだけどサブチャンネルを作って、でそっちでちょっとイギリスの生の声みたいな感じでイギリスの若者の意見だったりとかいろんな仕事している人たちとか自分たちが絶対普段喋ったり聞いたりできないような意見をランダムでピックアップして聞いてそのことについて私の考えとか皆さんとコメントで意見をシェアしたりするようなチャンネルを作ったんですね。それをちょっと頑張りたいです。そのチャンネルの名前は、このチャンネルはオズさんちの台所サブチャンネルです。だから同じです。そうアイコンも一緒なのでもしよかったら皆さん見に来てください。よろしくお願いします。チャンネルへのリンクを2つのチャンネル持ってるんですけどどっちも説明欄に貼っておきます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。みなくさんのチャンネルのオズさんちの台所では私へのインタビューの動画もあります。日本語の勉強法や
日本が好きになったきっかけ、私の育ちなどについて気になったら、ぜひ見てみてください。この動画面白かったら、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。